もし今まで10年もかかっていた新しい薬の開発がほんの数年でできるようになるって言ったらどう思いますか？実はそれを可能にする鍵っていうのが人工知能、そう、AI なんです。今回はですね、コンピューターの中で薬を作り出すっていうこのデジタル創薬の最前線にぐっと迫っていきたいと思います。でもその前に、まずこの根本的な問題から考えてみたいんです。そもそもなんで一つの薬が私たちの手元に届くまでに10年っていう長い時間と、場合によっては数千億円っていうもうとんでもないお金がかかっちゃうんでしょうか。これって治療法を心待ちにしている多くの患者さんにとっては本当に高くて分厚い壁になっているわけですよね。で、その高い壁を打ち破るために、今創薬の世界では、まあ地殻変動と言ってもいいくらいの大きな変化が起きてるんです。どういうことかっていうと、フラスコとかビーカーが並んでるあの昔ながらの実験室から、もっと強力なコンピューターの中へと研究の舞台が移ってるんですね。つまり、物理的な実験であるインビトロから、デジタルでのシミュレーション、インシリコへ。これによって時間もコストももう劇的に減らすことができる。まさに革命的な変化ってわけです。さて、最初のセクションです。創薬の巨大な壁。この時間とコストっていう大きな課題に、テクノロジーは一体どうやって立ち向かうんでしょうか。続いて第2章ですね。鍵と鍵穴のデジタル探索。実はこの解決策の考え方ってすごくシンプルなんです。病気の原因になる体の中のタンパク質をある特定の形のした鍵穴だと考えてみてください。そしてその鍵穴にぴったりはまる鍵、つまり薬の候補になる化合物をコンピューターを使ってそれこそ何十万何百万っていう膨大な数の中から探し出す。これが基本の考え方です。このデジタルな探索を支えている基本の技術。それがドッキングシミュレーションって呼ばれるものなんです。これ何をするかっていうと、コンピューターの中でものすごい数の鍵、つまり化合物をですね、ターゲットになる鍵穴に仮想的に一個一個当てはめていくような作業なんです。どれが一番強く効果的にくっつくのか、その相性を人間じゃ到底不可能なスピードで予測してくれるわけですね。そしてこの複雑なシミュレーションをもっとたくさんの研究者が直感的に使えるようにしてくれたツールがあるんです。それが PyAx。これがあると専門的なプログラミングの知識がなくても、まるでゲームを操作するみたいに分子レベルでの探索ができちゃうんです。まさに AI 創薬をみんなのものにする、すごく強力なプラットフォームって言えますよね。じゃあなんでここまでしてデジタル化するんでしょうか。その理由はすごくはっきりしています。まず、時間とコストをめちゃくちゃ削減できる。でもそれだけじゃないんです。もっとすごいのは、まだこの世に存在していない、つまりまだ誰も作っていない化合物の効果まで予測できるってことなんです。これって、つまり失敗する可能性をぐっと減らして、成功する確率を飛躍的に高められるってことなんですよね。では第3章です。新薬候補を探す手順。具体的にこのインシリコスクリーニングってどんなステップで進められていくのか見ていきましょう。このプロセス大きく6つの工程に分かれてるんですね。まずステップ1はデータの収集。ターゲットになるタンパク質の設計図と薬の候補になる何万っていう化合物のデータを集めてきます。次にステップ2、データの準備です。この設計図に余計な情報が混ざってると後の計算の精度が落ちちゃうんで、データをお掃除してきれいにするわけです。そしてステップ3、標的の設定。タンパク質のどこを狙うのか、つまり鍵穴の正確な位置と範囲を決めます。ここがめちゃくちゃ重要なんです。で、ステップ4でいよいよ計算を実行します。何千っていう鍵をさっき設定した鍵穴にどんどん当てはめていくんですね。そしてステップ5でスコアの分析。コンピューターがそれぞれの鍵がどれくらいうまくはまってるかを点数にしてくれるんです。で、最後のステップ6、候補の選定ですね。点数が高かったものの中から研究者が最終的に有望な候補を自分の目で見て確認して生物学的にも意味があるのかを検証するという流れになります。ここで一つすごく大事なことがあるんです。それは AI 創薬ってただの自動作業じゃないってこと。特にさっきのステップ3で出てきた鍵穴の範囲設定ですね。これを正しく適切に行うことこそが AI 創薬における一種の職人芸とも言える部分なんです。AI っていう最先端のツールを正しく導いてあげるためには
やっぱり研究者の長年の経験とか深い知識が絶対に必要になってくるんですね。さあ、第4章、有望なヒットを見抜く。コンピューターが弾き出したもう膨大な数のスコアの中から、どうやって本当に価値のある新薬の種、つまりヒットを見つけ出すんでしょうか。そこで注目するのが、結合親和性スコアっていう数字です。これは、鍵と鍵穴がどれくらい強く引き付け合ってるかっていうのを示す指標でして、値がマイナスで、しかも数字が大きければ大きいほど、より強力にくっついてるってことを意味します。一般的に有望な候補かどうかを見極める一つの目安として、このマイナス 7.0 キロカロリーモルっていうラインがあるんですね。ただですね、このスコアっていう数字だけを信じちゃうのはちょっと危険なんです。最終的には、この結合って本当に無理なく自然な形で起こってるんだろうかっていうのを研究者が自分の目で見て確認することがものすごく重要になるんです。AI が示してくれた答えに対して人間の知性が最後のゴーサインを出す。この連携プレーこそが成功の鍵なんですね。じゃあ研究者って具体的に何を見てるんでしょうか。それは分子レベルでの結びつきの質なんです。例えば水素結合っていう強力な接着剤みたいなものでしっかり固定されてるかなとか、あるいは疎水性相互作用っていう力でちょうどいい場所にうまくスポッと収まってるかなとか、スコアの裏付けになる科学的な根拠を探して、なぜこの化合物がいいのかっていうのを解明していくわけです。さて、いよいよ最終章です。AI と作る医療の未来。これらの技術が私たちの未来を一体どう変えていくのか見ていきましょう。もちろん AI が創薬のプロセスを全部やってくれるっていうわけじゃないんです。でも一番時間もコストもかかる最初の探索っていう段階に AI っていう強力なエンジンを積むことで、その後の開発プロセス全体がもう劇的にスピードアップするんですね。最初のボタンを正しく、そしてものすごく早く押せるようになる。これこそが AI の最大の価値なんです。そしてこの技術の本当にすごいところは、応用できる範囲がものすごく広いってことなんです。ターゲットになるタンパク質さえ決まれば、例えば糖尿病、がん、さらにはまだ見ぬウイルスによるパンデミックとの戦いにも応用できる可能性があります。どんな鍵穴に対してもベストな鍵を探し出せる。まさに未来の医療を支える基盤になる技術なんですね。結論はもうこの言葉に尽きると思います。AI はあくまでも強力なツール。それを使いこなし、出てきた結果を解釈するのは私たち人間なんだ。と。つまり AI は科学者の仕事を奪うんじゃなくて、その能力を何倍にも何十倍にも増幅させてくれる最高のパートナーなんですね。最後に皆さんにこんな問いかけをして今回の解説を締めくくりたいと思います。この AI 創薬という新しい技術が次に打ち破るのは一体どの難病の壁なんでしょうか。その答えはもしかしたら今この瞬間もデジタルの世界で生まれつつあるのかもしれませんね。